で、今ごめんなさいって連呼してるけれども、そのごめんなさいを、ごめんなさいで済まないとこまで来てるわけ。君の書いたことによって。よう分かったでしょ。斎藤元彦陣営にいるとどれだけ情けないことになるかっていうのが。これ聞く限りね、若い男の子でお金がないから裁判しないでくださいって俺に懇願してきてるわけ。あんなにツイッターのアカウントで偉そうなこと言うてたやつが、泣きながら電話かけてきて、昨日、今、俺に電話かけてからアカウント鍵垢にしとるんですよ。声かかってなかったり、売れてなかったらね、それまでのことなんです。勘違いしたらあかんって。で、勘違いすると、でもお金がないんです。って電話かけてこなあかんなんねんって。とりあえず、配信が終わってから、また電話するので、ゆっくり話していいですか？俺ちょっと君の声、もうちょっと時間がないんだよ。もう7時10分になっちゃっててね。で、君福島県に住んでるんでしょ？福島県に住んでるんだよね。で、福島県に住んどきながら兵庫の問題触りに行ったのはなぜかとかいろいろ教えてほしいことがあるので、いや、まあ、それはええんだけど、それはもう個人の自由だけどね。個人のそれは自由だけど、君は少なくとも法的手続きに乗ってるわけだ。で、昨日僕との間で夜の10時過ぎに電話をしましょうという約束を違えたわけだ。ね、違えたので、話がこじれてるわけだ。そうだよね。そうだよね。で、それを誰に何言われたか知らんけれども、どっちに従って正規のトラック、正規のルートに戻さないと話は前に進まないので、で、あなたは加害者で僕が被害者なわけですからね。で、それを裁判所も認めてるから君の住所が分かったわけだからね。わかる？何の気なしに誰でもええからランダムに開示請求かけたら開示請求がかかるってもんじゃないよ。君がツイッターに書いたことが菅野保の名誉を毀損するからと言うて、裁判所は開示請求を通して、ツイッターに対して IP アドレスを出せという指示を出してるんだよ。わかる？言ってること。で、君はお金がないから本裁判をしないでくださいって俺に頼んでる立場だよ。で、今ごめんなさいって連呼してるけれども、そのごめんなさいを、ごめんなさいで済まないところまで来てるわけ。君の書いたことによって。で、それをごめんなさいとするためにはいろんなステップが必要だよねという話をするために、夜電話をしましょうと言ってたにもかかわらず、君は電話を出なかったわけだ。で、君は福島県出身、福島県在住なわけですよね。で、どっちにしたかって、どこで裁判するか分からへんけども、裁判になったら、君は裁判費用を出さなきゃいけない。福島から東京に出てくるか、福島から神戸に行くか、どっちかをしなきゃいけないんですよ。そういうことも含めて、ゆっくり一回ちょっとお話ししましょう。いいですか？で、君が昨日僕に電話かけてくる前に、君は届いた郵便に基づいて、僕の弁護士に電話してるよね。で、その時に、君が意味軸も僕の弁護士と話したということは、僕には弁護士がついてるんですよ。ね。で、あなたには弁護士がついていないの。で、そのあなたが直接僕に電話をかけてきたの。で、今更代理人つけないと話できないっていうのは、それはおかしいからね。それはどの県会議員に相談したか知らんけど、話すなとか言うてる方が、もう完全に、舐めてるということになるからね。で、もちろん君が弁護士をつけることも、うちの弁護士と君の弁護士との間での話になるのも、弁護士つけられへんの？わかった。もうとりあえずちょっと配信したいから電話切るけども、君に弁護士つけるまで喋る必要ないって偉そうなこと言うてる県会議員に、そこまで心配するんだったら僕の弁護士代出してくれって歌ってください。あなたのね、そこまで偉そうに、菅野と弁護士なしで話すなって
偉そうなこと言うんやったら、そこまで言うんやったら、私の弁護士見つけてつけてくださいって言うたらええんです。それ多分ようやらんと思うから。それができひんかったら、あなたは頼るべきでない人に頼ってるってことですよ。大人がしかも県会議員にもなっときながら、人が平たい場所で話しようときに弁護士つけようって金さえ出さへんわけでしょ。どんだけ情けないねんってことですよ。よう分かったでしょ。斉藤元彦陣営にいるとどれだけ情けないことになるかっちゅうのが。よう分かったでしょ。ごめんなさいって言葉を聞きたいんじゃないの。僕が聞きたいのは他にたくさんあるの。いずれにせよ、僕は毎朝7時から配信してるということは、いろんな人が知ってる状態で君が7時に電話かけてきたんだからね。今のこの状況は君が生んだ状況だからね。いいですか？よろしい。で、僕が配信終わったらすぐ君に電話しますから。で、その電話が出なかったら僕は叱るべき処置に出ますからね。はい、待機しているように。はい。ということで失礼いたしました。7時ちょうどに電話がかかってきました。誰とは言いません。どのアカウントとは言いませんが、斉藤元彦支持者の、超有名なアカウントが菅野保の名誉毀損をしたので開示請求して開示請求が通ったのでうちの弁護士から内容証明郵便を送ったら昨日うちの弁護士及び僕に泣きながらごめんなさいという電話がかかってきてお金がないので裁判にしないでくださいと。そんな損害賠償金なんて払えませんと。で、昨日僕、その電話もうたん昨日の夕方の何時ぐらいです。4時とか5時ぐらいやったんですけど、その時僕まだ神戸におったんで、ゆっくり話できひんから東京に戻るのが10時過ぎだから、10時過ぎにこっちから電話かけるんで、それまで待っててねって言って電話切ったんだが、東京戻ってきて10時に電話かけたところ、かけてもお返事がなかった。電話出なかったんですよね。電源切られてたの。なので、ショートメッセージで、お金がないから裁判やめてくれ、ちゃんと話し合いしましょうって君からの打診だからこっちから電話かけてるにもかかわらず、電話かけたら約束の時間に電話かけたら電源切れてるっていうのは不誠実だねっていうショートメッセージを入れておいたところ、朝7時に、電話がかかってきたということです。土台無理なことは無理なんですよね。怖くて仕方ありませんって言ってました。もちろんその開示請求かけてね、裁判所で、これは確かに開示した方がええなってことを裁判官が判断して、ツイッターの IP アドレスが開示されて、ツイッターの IP アドレスに基づいて、携帯電話会社に照会かけて、本人の名前と住所と電話番号が分かってっていうのに、これ、7、8ヶ月かかるプロセスですよ、全部ね。その7、8ヶ月かかったプロセスで、最後に名前と住所と電話番号が分かったんで、弁護士が手紙を出した。で、その手紙を見てビビってこうやって電話をかけてきてるんですけどね。司法手続きにこっちは入ったわけですから、今更ね、路線変更するというのも、ちょっと社会のルールから言うとあれなんですけど、ちょっとね、このアカウント、そのものの問題及び、このアカウントのコノテーションから考えると、洗いざらいちょっとどういうことやったかってことを聞いときたいのよね。裁判になるにもならないにしても。いや、社会の被害者だからなんだか、そんなの関係なくてね、こっちにはね。そんなのどうでもよくて、そういうことじゃなくてね。いや、いわゆる特流の犯罪組織みたいなのがあって、斉藤元彦、ツイッターでやってる斉藤元彦支持者がこうだとかっていうことを僕は仮説として持ってるわけではなくて、配信始める前にね、もう何分か喋ってる時にもう本人は言うてるその県会議員の名前を言うてるんだけども、案の定の県会議員と繋がってて、その県会議員から何か言われてるっぽいんだけどね。声聞く限り若い男の子ですよ。声聞く限りね、若い男の子。で、お金がないから裁判しないでくださいって俺に懇願してきてるわけ。泣いて。で、そいつからその県会議員が相談を受けてるわけでしょ？ねえ、金出したれよ。金出したれって。ほんまにそいつのことを助けたんやと思うんやったら金出したれって。で、口ばっかり出して、ああせいこうせい言うんやろ？金出したれって。で、弁護士同士のミューチャルな話し合いにして、弁護士同士の代理人同士の話にして、赤なんだら裁判よかったら若いってだけの話なんだから、金出しちゃってん。利用するだけ利用して、言いたいことだけ言うて、
ほいで、ケツも吹かんし、金も出さんって。そんな、お前、子供みたいな話あるかよ。なんかね、分け入っても分け入っても弱い人みたいな感じでうんざりするね、斎藤元彦の周りは。強い人一人もいないのよ。いやもうほんまに三等価の世界です。分け入っても分け入っても弱い人みたいな。こう、開いていって開いていって開いていってもこう出てくるのは人間として弱い人ばっかりなんですよね。地位立場的には社会的強者にいるんだけど、スペックとしての人間としてのスペックは弱い人ばっかりなんで、うんざりする。斎藤陣営というか斎藤支持者側は分け入っても分け入っても弱い人っていう感じですね。たもちゃんは、もう最近は、咳をしても尿漏れみたいな感じですけど、こういうとこに教養が滲んでしまうのは嫌だわ。教養が邪魔してもうほんと嫌だ。多分あれやろな、何のことかわからん人もおるんやろうね。いやだから分け入っても分け入っても弱い人の元ネタもね、咳をしても尿漏れの元ネタもわからないまま大人になった人が増えてるわけですよ。大変な時代になりましたよ。あんなにツイッターのアカウントで偉そうなこと言うてたやつが、泣きながら電話かけてきて、昨日、今、俺に電話かけてからアカウント鍵垢にしとるんですよ。まあ、他人の人生悩んだかってしゃあないんですけどね。他人の人生悩んだかってしゃあないんです。他人の人生悩みついでに話をガラッと変えますが、昨べ久しぶりにスペースというものをしましたが、あれはダメですね、メディアとして。自己愛が自己愛のままこう、輸出してる感じがして気持ち悪いね、あれね。だからもうさっき分け入っても分け入っても弱い人って言うけど、もうなんかこう弱い人、まあもうしゃあないよ。もう40年不景気続いてて、まともな文化生活を営んだことがないっていう人が増えたのでね、もう仕方がないのかなと思うんですけど、気持ち悪いね。やっぱりこう弱い人のための土俵というのは。これ僕ずっと言うてんねんけど、いやほんまにね、今出版業界不景気なんですよ。この間藤尾事務所と小学館が揉めて、ドラえもんの版権を小学館から抜くみたいな話になってますよね。ただ藤子不二雄側と小学館が喧嘩してね、まあ小学館側もどうしようもないのよ。同じ話2回載せてしもうてんねん。それは怒るわ。それはありえんミスですよ。で、それは怒るのは当然だし、抜く言うてるんですが、まああれはコロコロコミックですから小学館ですけど、今日的な話で言うとね、集英社にとってのワンピースみたいなもんですよ。ワンピースなんか喧嘩してね、集英社から版権抜くって言うたら、集英社が傾きそうな感じわかる？これ大事なんですよね。で、ワンピースが集英社から抜けていったらもう、ワンピース、ワンピースがジャンプからマガジンに移籍したらさ、集英社えらいことになるでしょ。それやばいでしょ。で、漫画の一作品が抜けるだけで、集英社にしても小学館にしても押しも押されぬ大企業ですよ。もう、それはもう大企業なんて言葉が追いつかないぐらいの大企業です。で、いろんな、漫画以外の本もいろいろ出してる会社でも、一作品が抜けただけで屋台物が折れたとか言われるぐらいの時代になってるわけ。まあちょっとワンピースとかドラえもんはちょっと事例として大きすぎるけど、とはいうものの、そんな状態なんですよ、どこの出版社もね。で、もうとりあえずみんな売り上げを確保しようって。あと、今もっと大変なのは、東販と日販が赤字になりそうなの。いやもう考えられへんねんけど、で、それはいろんな理由があるんだけど、最大の理由は、東販とか日販の取り次ぎ業っていうのって、まあ日本特有のビジネスモデルだけども、見りゃわかるように、超絶薄利多売なわけですよ。めちゃめちゃ手広く商売して、一冊あたりの収益、運ぶ本一冊あたりの収益が、ものすごく利幅が狭くても、何千何万と動かすから、お金が儲かるというビジネスですよ。だって、日本の書籍流通っていうのは、売れなかった分を返品で版元が受け取るという制度ですからね。だからもう、
間全部超絶薄利多売なんですよ。で、ということは、その1億2000万人の人口を前提に、これだけの数の人が本を読むだろうという、マーケットのパイ、キツキツいっぱいのことを考えて、その収益モデルっていうのをこう構築してるので、まあ言うたら、ちょっとでも売り上げが下がると、経営として厳しくなってくるわけですよ。なんです。で、それぐらい出版不況ですからね、もうその出版不況だと言われてて、この間、リュウミリさんとかが生活ができないみたいなこと書いておられましたけど、いや実際そうだと思うんです。生活できないと思うの。リュウミリさんのクラスでも生活ができないって言ってるのよ。でね、何が言いたいかというと、みんな必死なんですよ。出版に携わる人っていうのは。ちょっとでも売れる商品を、ちょっとでもさばける商品をということで、みんな必死なんですよ。で、俺が例やけど、俺もともと普通のサラリーマンですよ。普通のサラリーマンで、ツイッターをちょこちょこやってただけです。で、ツイッターでちょこちょこ書いてておもろいなって思ってもうて、原稿書いてみいひんってオファーが来るんです。で、なんでか言ったら、会社側は、出版会社側は、ちょっとでも売れそうやったら商品にしたいからですよ。すぐスカウトが来るわけ。普通に。で、しかもそのスカウトというのは芸能人のスカウトみたいに原宿の竹下通りを歩かへんかったら、あるいは下北沢のマクドナルドの前をうろちょろせえへんかったら、見つけてもらわれへん話に普通にツイッターに書いてるだけで、君おもろいね、書いてみいひんって言われるのが今の時代なの。それぐらいうのめたこのめで会社側はちょっとでも売れる書き手を探してるんですよ。それぐらい。で、俺普通のサラリーマンですよ。普通のサラリーマンでちょこちょこ書いてただけですよ。それぐらい必死なんです。で、Facebook か Twitter か Instagram に面白いことを書いてたら、必ず出版のオファーが来るんです。で、来てないっていう段階で、お前はおもろないねんって。これも冷徹な現実なんです。いや、例えば Twitter 出身やったら俺でしょ？で、あと萌え柄さんでしょ？で、CDB 君でしょ？おもろいこと書いたら Twitter ユーザーやったんやけど、めっちゃ本売れるんですよ。萌え柄なんかめっちゃ本売れてるやん。まあ俺よりは売れてへんけど。で、CDB なんか本めっちゃ売れてるし、文春で連載持ってるでしょ？いや、CDB 君文章うまいしね。で、本人あかんようにってどっか行ってもうたけど、借金玉いうやつ、本人あかんようにってどっか行ってもうたけど、本買い取ったでしょ？だから、ちょっと面白かったら、ちゃんと大手の出版社から本書きましょうっていう声がかかってくるんですよ。で、指折り数えたら結構おんの。ツイッターがおもろいから大きな出版社から本出しませんかよって本出してるやつ。いや、だからどういうことかということですよ。だからそれはね別にバズってるとかとは関係ないの。おもろいかどうかなんですよ。それは例が暇空です。誰も暇空に本書け言うて言ってへん。そのフォロワー数だけで見てへんっていう理由で、暇空の本が出てへんの見たらわかるよ。フォロワー数とかバズってるとかっていうのは、何ら影響を与えていないというのは、暇空の本が出てないことを見ればわかるよ。で、おもろいかおもろないかだけで判断してんねん、やっぱプロやから。で、我がで本出すのはあるけどね。暇空我がで本出したんだ、あれ。で、商業ベースに乗るか乗らないかってプロやから、それは見てますよ。それバズらな出版社に見つけてもらわれへんのは実際そうやけど、バズったことだけを根拠に本を出そうかっていうぐらいそんな甘い世界じゃないですよ。まあ、どっちにしたかって、おもろかったら、絶対声かかるから。おもろかったら、絶対声かかるから。で、声かかってないって段階で、おもろないんですよ。おもろないんです。で、おもろないのに調子乗ったらさっきみたいなことになんねんて。まだ調子乗っとるみたいやけどね。鍵アカウントで。ちょけとんですよ。で、それはもう、そいつが努力してるとか、そいつがセンスがあるとか、そいつが言語能力が高いとか、本をたくさん読んでるとか、いろんな事例を知ってるとかではなくて、もうごめん。それはね、ほんまにそいつがおもろいかどうかですよ。で、これ残酷なことなんだけど、たかだか釣り堀はツイッターですよ。釣り堀はね、編集者が糸を垂らしてるっていうか、魚が美味しそう言って手出してくる、いけすはね、ツイッターですよ。たかだかツイッター、インスタグラム、YouTube ですよ。で、それがたかだかツイッター、インスタグラム、YouTube の世界であって、なんかの文学賞とか新人賞じゃないわけ。
ってことは、なんか、バズったようなおもろいこと、気の利いたことを書いた次にね、今日の昼ご飯とんかつで美味しかったとかって書いてるのがツイッターですよ。ということはどういうことかっていうと、書いてるものがおもろいかなしに、お前がおもろいかどうかを問われてんねんって。書いとうことがおもろいかどうかとか。いや、そうやんか。なんか賢いこと書いた後、スタバナウとか書いてたりとかさ、吉原で風呂入りましたみたいなことを書くのがツイッターなわけじゃない。吉原で風呂入ってスッキリみたいなことを書くのがツイッターなわけじゃん。ってことはね、残酷なんだけど、文学賞の昭和の昔みたいに世に出るきっかけが文学賞の新人賞しかなかったとかね、そういう時代ではなくて、これちょっともう申し訳ないけども、おもろいかおもろないかの判断を全人格的評価を受けてるわけですよ。生活そのものを晒し出す SNS を持って、君は売れるかどうかということをプロの編集者が判断してるから言うてるから、バズってるかどうかではなくて、お前が人間として面白いかどうかを言われてんねん。全人間的評価で売れるか売れへんかを判断されてんねん。千代さんがね、さっきそんな、象徴的なことを書いてましたよ。まさにそういうことを書いてたんだけど、千代さんのね、これ言うてる通りですよ。千代さんが書いてたんだけど、N 国信者や元彦信者にとっては信じたくない事実かもしれませんが、僕は兵庫県に限らずほぼ全国のあらゆる記者会見に出席する資格を満たしています。あと僕の原稿や出演料は大体普通の相場の2倍です。理由は他のジャーナリストの方々の2倍以上売れるからです。どうもありがとう。いや、この通りですよ。いや、この通りなの。まあ、俺のは高いけどね。いや、そうか。千代君2倍なんかぐらいの話ですよ。ごめんね。まあ、でも、俺もこんなもんですよ。いや、そんなもんです。腹立つ言うな。俺も自分でやって腹立ったわ。でも、売れちゃってってやつですよ。いや、ほんま、売れちゃってで、ブレーキ踏まへんかったら、しんどいねもん。他のことできひんから。いや、ほんで、それなんで書いたら、千代さんも俺も、普通におもろいねもん。でもなんかこう、身内の話するみたいで嫌やけど、言論最前線でほぼ毎週1回やってます。毎週月曜日ほぼやってます。打ち上げ行くんですよ。終わった後、みんなでご飯食べに行くんです。近くの焼肉屋にご飯食べに行くんです。だからその焼肉屋結構大箱の焼肉屋なんですけど、まあ月曜日から大人気の焼肉屋なんで、まあ大体埋まってるんですよ。どの席も。終わった10時半とか11時ぐらいの時間に行くとね、もう大概埋まってるんです。で、ギリギリ今の人気具合やったら、まあ俺ら6人とか7人で行くから、それぐらいの人数やったら、電話かけて空いてますって確認した方がええと思うんだけども、めんどくさいから行ってまうわけ。で、行ったらまだこうやってて、まあ今の人気具合やったら、まあたまにこう、今3回に1回ぐらいは入られへん時ぐらいあるぐらいの人気具合なんやけど、6人か7人で飯食うてるだけで、周りに人来んねん。店員さんやけど。サインくれとかちゃうよ。店員さん俺ら何やってる仕事で分からへんよ。いや、おもろいからやと思う。俺らそんな意識してへんで。だけどね、そこのね、焼肉屋ね、中でね、俺も焼肉屋でタバコ吸われへんって意味分からへんねんけど、そこの焼肉屋、まあタバコ吸えるんですけど、このタバコは吸えるんです。令和のタバコは吸えるんですよ、中で。で、この昭和のタバコ外吸いに行かなあかんから、昭和のタバコ外吸いに行って、こう中見ながら自分ら乗ったテーブル見ると、明らかに店員の数が違うのよ。俺らのテーブルだけ。だから結局ね、ほんま何が言いたいかっていうとね、声かかってなかったり、売れてなかったらね、それまでのことなんです。いや、だからね、勘違いしたらあかんって。勘違いしたらあかんって。で、勘違いすると、でもお金がないんです。って電話かけて、こんなあかんなんねんって。変な夢見んなって。いや、で、それね、変な夢見んなっていうのはね、なんか昭和の昔に変な夢見んなっていうと、チャンスの目を積んでるみたいかもわからんけど、今も、万人に等しく同じだけのチャンスがある時代でそうだということは、変な夢見るなというのは昭和の昔の変な夢見るなっていうのと、話が別ですよ。いやで、ヒカル社長かて最初ゲーム配信やってって、いやで、ゲーム配信なんかお前らもできるやん。で、しかも、ごめん、ヒカル社長、はじめ社長か。はじめ社長。どっちはヒカルか。どっちはも忘れてもうた。髪の毛がベムみたいになってる子。ヒカルか。ベムみたいになってる子。で、ヒカキンなんか最初、人間ジュークボックスやっとっただけやで。
やん。では、それはもう本の世界ではないけど、その本出す出さへんに従って、そんなもんなんぼでもあるわけですよ。世に出る手段なんて。昭和の昔と違ってね。で、それができてないってことはどういうことかということですよ。そやからその変な夢見るなというのは、ほんまの意味で変な夢見るなということですよ。明確には3年 SNS やっててどっから声もかけられへんかったら、もう、所詮そんなもんです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。